こんにちは、あごひげバイクチャンネルです。今日はですね、B ラインモト2、こちらをおよそ2年使いましたので、改めてレビューをしていきたいと思うんですが、以前上げたレビュー動画が約2年前ですね、プロトタイプ、先行レビューということで、ちょっとお貸しいただいて、上げた動画があるんですけど、そこからおよそ2年、経過して、ハードウェア自体はアップデートは特にないんですけど、ソフトの方が頻繁にアップデートがかかっていて、結構いろんな機能が追加されてるんですね。ナビ側でルートの選択とかね、お気に入りの場所選択できたりってかなり使い勝手は向上してるんですけど、ただ今回は、全体的なレビューっていうよりもちょっとね、できないところにフォーカスした、レビューというか、こういうことはできませんよっていう話をねしていきたいと思うんですよ。B ラインモト2をね検討されてる方がこの動画見てるのかなと思うんですけど、これ検討する人っていうのは多分スマホのナビをバイクにつけたくない人かなと思うんですよね。私もいろいろ理由あってスマホのナビを使ってないんですけど、スマホをねナビとして使いたくない、バイクナビとして使いたくないっていうのの理由で、まず単純に壊れやすいっていうのがありますよね。振動でそのカメラがやられたりとか、あとは落っことして壊れたりとか、あとはこうやってね直射日光にずっとさらされてるので劣化が進むとかねありますよね。でもう一つは特にこういうボンネビルなんかはそうなんですけど、こういうねアナログ感あるメーター周りに電子機器をあんまりつけたくないかなと。電子機器、ちょっとなんつうんだろう、デジタルっぽさあふれる電子機器をあんまつけたくないよねっていうのがあって、私は主にそっちなんですけど、雰囲気をね壊したくないっていうところ、大体その2点かなと思うんですけど、でね、そうなってくると、じゃあ別の選択肢としてナビ必要だってなった時に、じゃあバイク用のナビを検討しましょうかってなると思うんですよ。でバイク用のナビって、安いものだと1万円台で、有名メーカーのものでも3万円とか4万円でね買えたりするので、安くはないけどむちゃくちゃ高いかなっていうほどでもないんですよね。で対してこの B ラインモト2って4万円前後するんですよ。そのモデルにもよるんですけど、で B ラインモト2ってもう見て分かる通り機能面ではナビに勝てないんですよ。こういう小さいデバイスだしね、表示も限られてるので、じゃあ同じぐらいの値段を払ってねこの B ラインモト2を買う価値があるのかというところなんですよ。さっき言ったようにできないことの方が多いので、今回はそのできないことを主に3点ですね。こういうことできないけど買う価値あるのかと、そういう見極めに使ってもらえたらいいかなと思うんですよね。ちょっと前置き長くなりましたけど、その機能で十分かなと思うのかどうかっていう判断材料にしてもらえればいいかなと思いますので、よろしければぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。はい、というわけで早速本題なんですけど、B ラインモト2できないこと3つですね。1つ目が、ルートの全体像が分かりにくいっていうのがあります。これはもう、しょうがない。使用上しょうがないんだけど、1の B ラインモト1のね、矢印のナビに比べれば2で格段に使いやすくはなったんですよ。すごい小規模ですけどね、地図が表示されていて、で行き先が分かるという風にはなってるんですけど、やっぱこの先、どういうルートをたどるのかっていうのがいまいち分かりにくいことがありますね。こういう一本道でね、曲がり方あんま少ないっていうんであれば特に問題はないんですけど、市街地走行とかでここ曲がって次また曲がってみたいなのが頻繁にあるときはその先のルートが分かりにくいかなっていうのはありますよね。あとは全体の工程がこのナビだと見れないので、スマホのナビだとねズームアウトしたりしてあとどんぐらいかなっていうのを視覚的に見ることはできるんですけど、この B ラインモトだとそれができない。であとは簡易地図表示なのでこの先行ったらコンビニあるなとかガソリンスタンドあるなみたいなっていう情報もなかなかわからないっていうのがありますね。ただ私そこはあんまり使い勝手としてむちゃくちゃ悪いかなっていうとそうは思ってなくて、大体がね一旦止まって
ナビ確認するじゃないですか。スマホのナビ使ってたとしても。なのでね、ここが致命的に悪いとこかなっていうと、そうは思ってないんですよね。なんか地図上でちょっと分かりやすく、コンビニの位置とかね、色違いで点で表示されてるとなんかいいかなって思ったりもするんですけど、贅沢は言わないですよ。このサイズなんでね。で、行き先のその工程に関しても、この今表示されてるナビの一番下のところですね。で、バーで、一応工程どれぐらい進んだかっていうのはアナログ感覚で分かるようにはなってるんですよね。今の状態だと半分ぐらいまで進んでるっていうのが分かるようにはなっている。あとはページをめくればその行き先まで何分何キロぐらいっていうのが表示されるので、大体のケースはそれでこと足りるかなと。目的地まであとどんぐらいかなっていうのを把握するにはそれで十分かなと思うんですよね。できないことの一つではありますけど、そこまで致命的ではないかなと思ってます。はい、というわけで1つ目がちょっと全体像が分かりにくいっていうところですね。で、続いて2つ目なんですけど、B ラインモード2できないこと2つ目が交通状況が分かりにくいっていうところですね。これね、ちょっと致命的なところでもあるかなと思うんだけど、ナビとしては。で、まず先に言うと、この B ラインモード2、ナビアプリで有料プランがあるんですよ。確かね、月額5ドル。なので、今、確かね、800円、790円だったかな。そういうプランがあって、それに加入すると、交通状況は、ナビ上では見れるらしいです。ただ、こっちの、デバイスの方には表示がされないと。で、これね、ちょっと困るよなって思うのは、普通にナビ使うと全然わかんないんですよ、交通状況が。普通の Google マップとか、ナビアプリ使うとね、混んでるところ、渋滞してるところってオレンジだったり赤だったりで表示されるじゃないですか。ただこの B ラインモード2のアプリだとそれがね一切ないんですよね。なんか渋滞も通行止めも表示されなかったような気がするんだけど、デバイスに表示されれば言うことないんですよ。この先混んでんなっていうのがわかるんでね。で、100歩譲ってアプリの方にはね表示させてほしかったんだよね。この前みたいに仙台行きますとか、市街地通るときって、絶対渋滞になるじゃないですか、土日なんか特に。でその時にこのルート設定してね、到着時間にその渋滞の情報っていうか状況がね反映されないんですよね。ナビ設定するとね、10分で着きますっていうところが実際通ってみたらすっげえ渋滞してて30分かかったとか、そういうことがこれ B ラインモード2だとあるんですよ。で、さっき言ったようにそのデバイスに表示されればもう文句なし。ただせめてねアプリ上ではねそれちょっと反映してほしいなって思うんですよね。だからよっぽど渋滞避けたい時とか、なんかやたら混んでんなって時はその B ラインモード2のナビアプリ、マップアプリじゃなくてわざわざ Google マップ見たりとかねしなきゃいけないんですよ。それがね結構めんどくさい。で月800円とかなら払えよって思うかもしれないんですけど、Google マップとかタダでそれができるんでね、そのために800円払うのかって思うとちょっとね踏みとどまっちゃいますよね。ましてや日常的にねこのナビアプリ、バイクのナビアプリ使うんだったらまだしも、私なんか週末乗るか乗らないかみたいな感じだとするとちょっとねって感じはしますよね。ロングツーリング行く時だけね有料プランに入ってその恩恵を受けるっていうのはあるんですけど、なんかタダで使えるものに金払うのかって感じがあるので、ここはねちょっともうちょっと工夫してもらいたいなと、頑張ってほしいなって思うところではありますよね。2つ目が交通状況が反映されないっていう話でした。で最後 B ラインモード2でできないこと3つ目ですね。3つ目がね音声案内がないっていうところですね。これも私は特に重要視はしてないんだけど、っていったその有料プランに入れば一応音声ガイドはされるみたいです。日本もその音声案内の、対象国に入っているので一応されるみたいなんですけど、ただやったことある方のレビューなんか見たりすると
ちょっと日本語としていまいちかなみたいなところはあるみたいですね。最初に言ったね、その全体像が分かりにくいみたいなのも、音声案内があるとかなりカバーされるかなとは思うんですよ。一応この B ラインモト2も、その曲がり角200メートル手前、150だったかな ?200 だったかな曲がり角200メートル手前と、あと、直前でこう、ビープ音でね、ビープ音と LED の光で、ここですよって教えてくれるんですけど、ただ当然、普通のナビとは違うので、この先何キロメートルで右折ですとかね、左折ですとか、そういう案内は全くないんですよね。ナビってね、こうパッと見てすぐ判断しなきゃいけないみたいな。凝視するわけにもいかないので、この先何キロメートルですぐ右だなとか左だなとかね、この先分岐あんだなとか、あるいは速道に行くんだなみたいなのを把握しなきゃいけないんですけど、そこが音声でわかると、だいぶ楽ですよね。なんかね、コメントでも音声案内あるといいんだけどな、みたいなのをいただくことあるので、ナビとしてはあった方が格段に便利ですよね。使い勝手はいいのは間違いないかなと。で、有料プランで、使えるので、サブスクに入ってね、やるっていう手もあるのかなとは思うんですけど、さっき言ったその交通状況を把握したりっていうので、いろいろこの付加価値というか、付加機能は多くて、充実はしてるんですけど、一方で、それって基本機能じゃないのって思うところもあったりして、なんかね、もうちょい、煮詰まってくると、無料の方にも反映されるのかなと、ちょっと期待はしてるんですけど、そんな感じですね。総合的に見て、できないことはありますけど、必要最低限の機能っていうのは搭載されているのと、あくまでね、ナビって補助的なツールなので、私は特にこう使ってて、すげえ使いにくいなって思うことはないんですよ。なので、2年間こう使い続けているんですけど、欲を言えばもうちょっとみたいなところは、今言った3点ですかね。はい。というわけで、B ラインモット2、できないこと3選ということでお伝えしました。購入の際の参考になればいいかなと思います。この動画気に入っていただけたら、高評価お願いします。また今後もこういった形で、レビュー動画だったり、あとは、Vlog 的な動画をね、出していこうかなと思っているので、よろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。